アドワナ・デ・サント・ドミンゴの伝説。セニョール、恋のために自身の冷淡さと怠惰を打ち勝ち、燃える炎と勢力に変身したこの紳士のお名前は、ドン・フアン・グティエレス・ルビン・デ・セリスと申されました。サンティアゴ騎士団のカバリエロでして、一説にはカラトラバ騎士団の修道服も身につけていたとも申されます。トレス・ビリアス連隊の連隊長でいらっしゃいました。慕われる気質ながら見えっ張りで尊大、そしてあらゆる行いにおいて緩慢で極限までに無気力でいらしたのでございます。と皆大変なもので、彼自身ですら総額がどれほどかわからなかったほどでございます。お分かりいただけるでしょうな。こう申し上げればお分かりでしょう。1716年に新服をマルケス・デ・バレロが市内に入る末に乗り、彼の上にカサコンのヘリ取りだけで3万ペソ相当の真珠が用いられたのでございます。そういった正義において立派に役割を果たすほどの年齢でしたから、これから申し上げることどもが起こった時には、彼はすでに40をだいぶ過ぎた紳士だったに違いありません。セニョール、ことの発端は、そして経緯と結末も全てはここを蝶番にして展開いたしましたから、彼が極めて美しい若い霊嬢に全く激しく恋に落ちたことでございます。そしてそういった激しい恋の落ち方こそ、彼の生涯においてその瞬間まで彼が示した最初の勢力の印であったのでございます。彼が激しく恋に落ちた美しい若い霊嬢のお名前は、ドニャ・サラテ・ガルシア・ソメライ・アクニアと申されました。彼女は彼の半分にも満たぬ年でしたが、若い霊嬢にしては並外れて分別ある気質を持ち、普段から物事をよく考えるお方でございました。名門の出で福王の血縁にあたるお方でしたから、その時代の福王はドン・フアン・デ・アクニア・マルケス・デ・カサフエルテでいらっしゃいました。福王はこの一件全体に大いに関心を寄せておられました。このように世に知られた怠惰な紳士の恋路は滑らかには進みませんでした。セニョール、なぜならドニャ・サラは重大事を扱う折のいつもの習慣通り、非常に真剣に考え始めたからでございます。考えれば考えるほど、こんなに退屈で無気力な紳士、しかも自分の父親ほどの年齢の紳士は望ましい夫の種ではないと心を決めるに至りました。けれども賢明な彼女は彼との結婚を支持する点も多々あることに気づいておりました。その地位と莫大な富のゆえに、彼は副王領で最も重要な人物の一人でございましたし、しかも父親ほどの年齢にせよ、依然として風采の整った男性でございました。それで彼女は両方向に向けて懸命に考えましたが、どちらの方向にも心を決めかねていたのです。そういう状況にあった折、セニョール・ドン・フアンはドニャ・サラに激しく恋し、ドニャ・サラはと申せばドン・フアンに対して節度ある恋に落ちるべきかと、いつもの分別ある考え方で考えあぐねている折、一件全体に新たな展開を与える出来事が起こったのでございます。それは副王、彼はドン・フアンの大親友であり、申し上げた通りドニャ・サラの親族で、進行中のことどもに大いに関心を寄せておられたが、ドン・フアンを商務評議会コンスラートの長、すなわち商務裁判所の長に任命なさったことでございます。これは彼の地位と富にふさわしい大変名誉な役職でして、しかも職務は全て代理人にやらせるか、あるいは放っておいても済む役職でしたから、ドン・フアンの怠惰な無気力にまるであつらえたようにぴたりと合っていたのでございます。さて当時、セニョール・アドワナでサント・ドミンゴ税関の建造が進行中でございました。
もう何年も前に税関ではなくなっておりますよ。セニョール、現在は通信省セクレタリアでコミュニカシオネスが入居しております。その建造は何年もの間進められていたものの、緩慢な仕事ぶりからして大した成果は上がっておりませんでした。この建物の建造責任は商務評議会にございましたので、当然のことながら新たに就任した長は前任者たち以上に建造を遅らせておくのに満足しておったのです。ですがな、セニョール・ドニャ・サラの分裂ある心の中にある注目すべき計画が浮かんだのでございます。それはドン・フアンの怠惰な無気力が彼の根の根まで及ぶものなのか、それとも彼の根の根に彼女への激しい恋において発揮した勢力に加えて、彼女が呼び覚まして実用的な仕方で発揮させる勢力があるのかどうかを試そうという計画でございました。彼女の論理はこうでした。ドン・フアンが自分の促しによって有用な仕事を活力を持って果たし得るならば、おそらく彼女の促しは彼の無気力すべてから彼を奮い立たせ、ひいては彼を自分が望むような夫の方へと作り変えることができるだろうと。それでドニャー・サラはドン・フアンに、自分が彼と結婚する条件はただ一つだ。その条件とは、長らく停滞しているアドワナの建造を本日より6ヶ月以内にすっかり完成させることだ。と告げたのでございます。ドン・フアンはですな、セニョール・ドニャ・サラに激しく恋しておりましたから、彼女は条件を出したまさにその瞬間にそれを受け入れたのです。そして彼は生涯にわたって一度も自分の手で仕事を片付けたことのなかった彼が、彼女の課したほぼ不可能な大仕事を成し遂げる。本日より6ヶ月以内にアドワナをすっかり完成させると約束したのでございます。それから町中が驚愕したのです。そしてついでに申せばドン・フアン自身もまた驚いた。彼がドニャー・サラに課された仕事に取り組んだその日と力と息もつかせぬ熱意には、一瞬のうちに彼は町中のあらゆる建築家を訪ね、ほぼ不可能なこの建築を引き受けてくれと頼みました。次の瞬間、町中の建築家全員が彼の望むことは奇跡をもってしても成し遂げぬと答えた後、彼は自ら指揮を取ることにしたのです。その激しさはドニャ・サラが希望と満足を持って見て取った通り、彼の恋の激しさに正確に釣り合うものでございました。ドン・フアンがそこでやったことはですな、セニョール、まるで彼のうちに嵐と火山が暴れているかのようでございました。ティエラ・カリエンテ熱帯低地からまるで魔法のように無数の黒人労働者を連れてきて掘削と重労働をさせました。市の周辺の全ての石切り場を石工で詰めに詰め込み、全ての石工を壁の積み立てに、全ての大工を扉と窓作りに、全てのレンガ工場を屋根と床のための瓦作りに、全ての鍛冶屋を上と蝶つがい、窓格子、バルコニーの欄干作りに就かせたのでございます。そしてそれら労働者の群れの真ん中でドン・フアン自身が誰よりも激しく働きました。みんなの間を一斉に行き来し、急げ急げと促し、ほんのわずかでも遅れの兆しを見せた者にはドン・フアンの口からサソリとヘビとヒキガエルの一斉射撃のような怒号が浴びせられたのです。まことにですな、セニョール・ドン・フアンの猛々しい勢力はまるで狂気の人のごとくでございました。けれどもそれは真の狂気ではない。なぜなら彼が成したこと、なさしめたことは全て誠に分別ある裁量によって導かれており、時間の一瞬、手の一返しすら無駄にされず、邁進建物はのびのびと育っていったのでございます。
そして結果はと申せば、彼は自らの魂の全てをかけて成し遂げると決めたことをまさに成し遂げたのでございます。ドニャ・サラが彼に与えた6ヶ月のうちに彼はやり遂げました。少しの余裕すら残して6ヶ月の最終日の3日前にアドワナはその最も小さな細部に至るまで完全に仕上がっておりました。そしてドン・フアンはドニャ・サラのほぼ不可能な条件を勝利のうちに果たしたことに歓喜の輝きを浮かべ、その完璧に仕上がった巨大なる建物の鍵を王宮へと運び、福王の手に収めたのでございます。しかもなぜ、そして誰のためにこの大事業が成し遂げられたかを世に知らしめるため、ドン・フアンは建物の壁面に誠に巧みに仕組まれた銘文を彫らせたのでございます。それは表向き自身の名と共にした商務評議官たちの名、そしてアドワナ管制の年月日を粛々と記しただけのものに見えました。けれども五行の各行頭の文字を並べるとドニャ・サラの頭文字となる仕掛けがしてあったのでございます。このようにドン・フアンはドニャ・サラが彼に課した仕事、町中のすべての建築家が奇跡をもってしても成し得ぬと宣告した仕事を成し遂げたのです。それで彼の目の目には波の人50人分の装備にもあまりある燃える勢力があることが世間に明らかとなったのでございます。それゆえドニャ・サラは彼女の促しが彼に大事業をかくも見事な活力で成し遂げさせたのを見て、彼女の促しが彼の無気力を全て奮い立たせること、そして彼を望ましい夫の方へと作り変えることに12分に満足したのでございます。それでドニャ・サラはすぐさまドン・フアンに結婚の手を差し出しました。そしてアドワナは今もなお立っております。ドン・フアンが奇跡よりも早く建てたまさにその場所にセニョールはご覧になり、ドニャ・サラの頭文字を示すあの名文をお読みになるだけで、この奇妙な物語の真実とドニャ・サラの夫の選び方が見事だったことの両方をお知りになれるのでございます。